こんにちは、加藤です。今日はですね、油彩油絵用の筆についてご質問をいただきましたので、この、どうですかね、主に初心者向けに、初めての油絵でどんな筆を揃えたらいいのかというあたりについてお話していこうと思います。まずですね、アトリエ内で、初めての油絵、これから始められるという方にお勧めしているというか、基本セットに含まれている筆なんですけれども、これを使っています。これはですね、ナムラという筆メーカーの SF、ここに記号がちょっと書いてあるんですけれども、ピント合うかな。こんな感じのですね、ナムラ SF14 とか16とか12とか、これは主にブタ毛と言われる、油絵特有ですね。ちょっと毛のゴワゴワした水彩ではあまり使うことのない硬い毛の毛質の筆になります。で、最初のセットにはですね、6、8、10、12、14号あたりをセットにして入れていると思うんですが、16まで入ってたかな。筆の太さというのは数字が大きくなると幅が太くなっていきます。こんな感じでですね。で、一番細くて6号からだったと思うんですけど、できればいろいろな太さの筆がある方が細かい作業から大きな作業までできて非常にいいです。で、一応これがそのメインになる油絵をこれから始められるという方に、太さを変えてですね、ブタ毛の筆を5、6本用意するのをお勧めしています。それと、あとですね、そのセットに含まれる筆、あと2本あるんですが、こういうタイプですね。1本ずつ説明しますね。まずは、これは、イタチの毛、セーブルなんですけれども、毛の質が柔らかい、茶色い、軟毛というか柔らかい毛の筆、おすすめはセーブル。セーブルってイタチの種類なんですけれども、非常に絵の具の含みが良くて細い線を引いたり、使う目的なんですけれども、目鼻口みたいな細かな描写をしたりするときにこの筆をおすすめしています。ですね、一応ここでは8号用意してあるんですけれども、これもうちょっと大きくてもいいです。10号とか12号とか。ただ、結構ね、高価な筆なので、これで1200円くらいかな。8号で1200円くらいの筆なんですけれども、12号くらいになると3000円くらいいくかもしれないですね。とりあえず1本柔らかい筆、毛先の筆があるといいと思います。と、もう一つ。これはね、扇形の形の筆なんですけれども、これもセットに含まれています。ですね。こんな感じですね。1、2、3、4、5。一応ね、このセットで、これから始められる方には、用意するといいですよっていうのをこのセットでお勧めしてるんですけれども、このファンは少し毛のね、柔らかいタイプをお勧めしています。豚毛のタイプもあるんですけれども、これはタヌキの毛を使った柔らかい毛のファンっていう筆です。で、メーカーに関してなんですが、どこでもいいとは思うんですけれども、比較的流通しているというかよく出回っていて買いやすいという意味では、このナムラというメーカーだったり、ホルベインというメーカーだったり、このあたりは、大体どこの画材屋さんでも扱っているんじゃないでしょうか。で、ですね、豚毛の筆、今いろんな種類をこうやって並べてみたんですけれども、ちなみにこれは文宝堂というメーカーの豚毛の、平筆になります。で、私この文宝堂の平筆非常に愛用してたんですけれども、最近モデルチェンジしたみたいで、この間注文したらこういう小豆色の絵の筆になってやってきたんですね。この筆何が良かったかっていうと、平筆の横幅に対するこの厚みですね。この毛の厚さみたいなのが非常に他のメーカーに比べて厚口で作られていたので、絵の具をよく含むっていう意味で
すごい好きだったんですが、モデルチェンジしたらね、なんか薄くなっちゃったんですよね。この横幅に対するこの厚み部分がそんなに厚くないというか、他のメーカーと比べてもそんなにね、違いがないっていうことが分かったので、特にこれはね、おすすめじゃなくなりました。で、その代わりに、これはホルベインの平筆、KMF っていうシリーズなんですけれども、これが多分、似たような筆の中では、ブタゲの平筆の中では、一番この厚みが、この部分ですね、厚みがあるかなと思って、最近お気に入りなのが、この、ホルベインのブタゲの筆です。で、ブタゲの筆って、言ってみればすごい消耗品というか、一番よく使うし、一番こう、消耗しやすい。消耗っていうのは、キャンバスにこう書いていくとね、ちょうど紙やすりの上でこう、筆の毛を、なんて言うんでしょう、擦りつけてるようなことなので、毛先がどんどん減っていくんですね。減っていって、長さも短くなってきます。でそういったものなので、あんまりこう、私は高価なものは勧めていなくて、ちなみにこの、最初にお話ししたナムラの SF っていうシリーズなんですが、これナムラの中では確か一番こういったタイプの中で一番安かったんじゃないかな。私はね、一番安いのでいいかなと思っています。で、慣れてきたら、絵を描き慣れてきたら、もう少しいい筆も欲しくなってくると思うんですけれども、最初のうちは、ある程度の本数がないと、色を変えるときに筆を変えたりとかですね、作業がこうしやすくなるように、筆の数って、多ければ多いほどいいんですね。なので、最初のセットで5本くらいは用意してるんですが、できればブタゲの、よく使うこの太さのサイズのやつですね。そういうのは、10本くらいあっても全然、いいんじゃないでしょうか。同じようなよく使う筆に関しては安いブタゲでいいので、たくさん揃えておくのをお勧めします。あと、この間、写真を使って、絵にしましょうっていうところで、このね、細い筆をね、ちょっと紹介したんですけれども、当初6号、ブタゲで6号くらいまでしかセットには入れてなかったんですが、細かい作業するときには、このね、セーブルだけじゃなくて、ブタゲの細いやつもね、あってもいいかなと思います。例えばですけれども、2とか、1はないか、2とか0とかですね、0号とか2号とかって書かれてる、そういったサイズの、細いブタゲの筆も、おすすめになります。あと、おまけでというか余談になるんですが、私はこういうこれね、ナイロンの毛を使った筆なんですね。ナイロン毛というか。で、ちなみにこのインターロンっていうナイロンの毛を使った筆は非常にこう復元力が高いというか、それまでのナイロンの毛に比べて非常にこう使い心地がいいという評判で、ちょっと試しに使い始めてみたんですけれども、私の個人的な好みで言うと、ナイロンの毛はあまりおすすめしていません。一番の理由は、使っていくと、なんて言うんでしょうね、こう、使って洗ってってこう、使い続けていくとですね、毛がね、外側にちょっとね、跳ねるというか、なんて言うんですかね、内側にこう、筆の毛って毛先がこう内側にこうまとまるように、こういう風に作られているんですけれども、外側にこうね、跳ねちゃうんですよね。粗悪な筆は外側に跳ねちゃう。で、例えばですね、これちょっとメーカー出さないですけれども、見えますかね、こんな風にね、外側にこうちょっとこう左右跳ねていく感じ。こうなると非常にこう使いにくいというか、筆の最初の毛の作りがね、そんなにちゃんとしてないんですね。で、使っていって外側に跳ねちゃうと、その後使いにくくなるので、安い筆でいいとか今言ってましたけれども、それでもね、ちゃんと内側にまとまってくれる中で、安い筆を、探して使うといいと思います。で、これまで紹介した中では、この SF クラスまではそんなにね、外側に跳ねるってことはなかったので、この辺までで、探してみてはいかがでしょうか。はい、今日の油絵の筆、
どんなものを使っていますかっていうご質問についてお答えしました。今後ですね、今度はね、水彩の筆についてもちょっとね、お話ししていきたいなと思うので、今後の動画にご期待ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。